こんにちは。テイスティジャパンプロデューサーの大輝です。今日は僕の大好きな柴犬をモチーフにしたレシピを2つご紹介します。1つ目のレシピはみたら柴です。そもそも僕なんで柴犬が好きかっていうと、僕今柴犬を飼ってるんですけども、飼う前からずっと柴犬が好きで、もう可愛くて可愛くてしょうがないんですね。可愛いがゆえにもう食べちゃおうと、食べれる柴犬を作りたいっていうのがそもそものきっかけでした。ちなみに僕今飼っている柴犬は豆っていう名前なんですけど、まだ1歳で、柴犬って目の上に白い玉みたいな模様があるのが特徴だと思うんですけど、うちの豆は目の黒い部分と白い部分がつながっちゃってるんですね。だからどっから目かよく分かんなくなっている、そういうちょっと不細工なところがすごく可愛いです。柴犬をモチーフにしたレシピを作ろうと思った時に、一番先に思い浮かんだのがみたらし団子。いろいろある中で一番柴犬の色っぽかったので選びました。一番苦労したことは最後のみたらしをうまくかける箇所で、何度も何度も失敗して綺麗な柴犬の可愛い模様を出せるまでなかなか苦労しました。みたらしってすごく粘り気があるというか、さらっと落ちないものなので、ちょっとずつ乗せて少しずつ模様をつけていくっていうところを工夫しました。続いては柴マシュマロです。そもそもマシュマロは自分で家で作れるっていうことを知って、そのマシュマロに色をつけたら柴っぽく可愛くなるんじゃないかなっていうところから発想しました。僕すごくやっぱ柴犬が好きで、インスタグラムとかでよく見てるんですけど、もう全員顔が違うんですよ。もういろんな子がいて、もうそれがすごく可愛くて愛らしくて、今回の柴マシュマロでもいろんな顔の子を作って、みんなで柴犬の可愛さを分かち合いたいなと思ってツイッターで投票を押してみたりしました。柴犬ってすごい面白くて、トイレと餌の置き場と自分が寝るところがちゃんと離れていて、常に綺麗な状態じゃないとストレスが溜まっちゃうんですよ。すごい繊細なところがあって、なので今回の柴マシュマロもすごく優しく、例えば片栗粉に入れた後にハケで払うんですけども、その時も優しく優しく崩れないように、柴犬が痛くならないようにって思いながら作ったりしました。ちなみに今回作った4つの柴ちゃんの顔たちの中で一番うちの豆に似ているのは3番目の子で、目がちょっと起きてるのか寝てるのかよく分かんないようなやる気のない感じの顔、僕は個人的に好きです。これからも柴犬をモチーフにしたレシピはいろいろ作っていこうと思うんですけど、他にも、他の動物でも何か可愛いレシピのリクエスト等ありましたらいつでもコメント欄で教えてください。